さん遊びましょう。こんにちは。今日は日本でとても有名な怪談について話します。それはトイレの花子さんです。ちなみにこの動画は日本語を勉強している人にもわかりやすい日本語で話します。日本で小学校や中学校に行ったことがある人なら一度でもこの名前を聞いたことがあると思います。花子さんは学校のトイレに出る幽霊です。でもただの怖い話ではありません。この話から日本の学校文化、子どもたちの不安、そして噂が広まる仕組みが見えてきます。今日は花子さんが誰なのか、どうやって生まれた話なのか、なぜ今でも語られているのか、ゆっくりわかりやすく説明します。まず、トイレの花子さんとは誰でしょうか。よく言われている話はこうです。学校のトイレ、だいたい3階の女子トイレ、3番目の個室をノックしてこう聞きます。花子さん、遊びましょう。花子さん、遊びましょう。すると中から返事が聞こえてきます。はーい。そしてドアを開けると花子さんがいます。赤いスカート、白いシャツ、おかっぱの髪、そしてここから先はいろいろなパターンがあります。手を引っ張られる、トイレに引きずり込まれる、何も起こらないなど様々です。つまり決まったストーリーはありません。花子さんは一体誰なのか。これにもいろいろな説があります。よく知られているのは学校で亡くなった女の子という説です。いじめられていた、戦争中に亡くなった、誰かに襲われていて学校に逃げてきた。でもどれも公式な答えではありません。なぜなら花子さんは一人ではないからです。花子さんは誰か一人の物語ではなく、たくさんの子供たちの不安が形になった存在だと考えられています。ここでとても大事なポイントがあります。なぜ学校のトイレなのか。日本の学校のトイレは子供たちにとって少し特別な場所です。一人になる場所、静か、先生がいない、少し暗い。特に昔の日本の学校のトイレは今よりずっと怖い雰囲気でした。トイレは子供が不安を感じやすい場所です。だから何か出そう、誰かいそう、そう感じる気持ちが怪談になったのです。トイレの花子さんの話が全国に広まったのは1950年から1960年代だと言われています。この頃、日本では学校がどんどん増えました。そして全国の子どもたちは同じような環境で生活をしていました。
同じような校舎、同じようなトイレ、同じようなルール。そこで噂が一気に広まりやすくなったのです。花子さんの話は本ではなく、子供から子供へ口で伝えられました。だから学校ごとに少しずつ話が違います。トイレの花子さんはとても古い怪談です。でも今でも知られています。なぜでしょうか？理由の一つはメディアです。映画、アニメ、漫画、ゲーム、いろいろな形で花子さんは登場します。でも一番大きな理由は共感です。学校で一人でトイレに行く時のあの感じ、ちょっと怖い、ちょっと不安、でもちょっとワクワクしたり、その気持ちは今の子供たちも昔の子供たちも同じなのです。ちょっと変な言い方ですが、花子さんってどこかアイドルっぽいですよね。そのくらい知られている存在です。トイレの花子さんはただの幽霊ではありません。子供たちの不安、学校という閉じた世界、噂が生まれる場所、それらが合わさって生まれた存在です。だからこそ花子さんは消えません。学校がある限り、トイレがある限り、子供たちがいる限り、きっとどこかでこうささやかれます。花子さん、遊びましょう。もしあなたの国の学校にも怪談があったら、ぜひコメントで教えてください。では次の動画で